皆さんこんにちは、アンリです。今日はアンソロピックとイーロン・マスクの XAI が手を組み、 XAI がスペース XAI に改名するという AI 業界最大級の地殻変動を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ちょっと信じられない話なんですが、2026年5月6日、AI 業界でこれまで誰も予想していなかった歴史的な握手が起こりました。クロードを作っているアンソロピックとイーロン・マスクが率いる XAI がなんと提携を発表したんです。しかもそれだけじゃありません。同じ日にイーロン・マスク本人が XAI はスペース X に統合してスペース XAI に改名すると公言し、さらにアルファベットが NVIDIA を抜いて世界一の時価総額になりました。たった1日で AI 業界の地図が完全に書き換わったんです。このニュース、特にエンジニアの方にとっては大事件です。なぜならクロードコードという開発者向けツールの利用上限が一気に拡大したからです。一般のビジネスパーソンにとっても見逃せません。なぜなら世界の頭脳が今どこに集約されようとしているのかがはっきりと見えた一日だからです。アンソロピックが確保した総コンピュート、つまり AI 計算インフラの規模はなんと3800億ドル、電力換算で 11.3 ギガワット以上。これは原発10基分以上の電力を AI だけのために確保したという話です。今日はこの一日に何が起きたのか、そして私たち日本の視聴者にとってどんな意味があるのかを順を追って整理していきます。ではまずセクション1、 5月6日に何が起きたかを見ていきましょう。日本時間で5月7日の午前1時19分 UTC、 つまり世界標準時で5月6日16時19分にアンソロピックの公式アカウントクロード AI から1本の投稿が出ました。内容はアンソロピックとスペース X が提携し、コロッサス1へのダイレクトアクセスを得たというものです。コロッサス、つまりコロッサスというのはイーロン・マスクの XAI が構築した世界最大級の GPU クラスター、 GPU をずらりと並べた巨大計算施設のことで、その規模は22万台以上の NVIDIA GPU、消費電力は300メガワット級と言われています。22万台の GPU って想像つかないと思うんですが、一般的なゲーミング PC に入っている GPU のおおよそ40万倍から50万倍の計算力を一つの場所に集約しているとイメージしてください。これをアンソロピックがクロードコード、つまり開発者向け AI アシスタントとクロード API の推論、つまり AI に質問して答えを返す処理に使えるようになったということなんです。この投稿は瞬く間に拡散し、いいねが8597、リツイートが6749と5月最大のバズを記録しました。 AI 業界の人間にとってこれは敵同士が手を組んだと感じる衝撃のニュースだったんです。続いてセクション2、開発者にとっての実利の話です。同じ5月6日、アンソロピックが開催したコードウィズクロードというイベントの中で、クロードデブスアカウントから具体的なアップデートが発表されました。何が変わったかというと、まずクロードコードプロ、マックス、チームの3つの有料プランで5時間あたりのレート上限、つまり一定時間内に使える回数の上限が一気に倍増しました。さらにこれまでピークタイムは制限を絞りますというアナウンスがあったんですが、その絞り込み自体が撤廃されました。要するに混雑する時間帯でも遠慮なく使えるようになったということです。加えて API、つまり外部の開発者がクロードを呼び出して使う仕組みの方でも最上位モデルであるオーパスの利用上限が引き上げられました。これは個人開発者にとっても企業の開発チームにとっても本当に大きな朗報です。これまでクロードコードを使っていてあと少しで完成なのに上限に達した歯がゆい思いをした方は多いはずです。それが今回スペース X のコロッサス1という巨大計算資源が裏側に入ったことで一気に解放されたわけです。つまり今回の提携は
ニュースとしての派手さだけじゃなく、明日からの開発体験そのものを変える極めて実用的な変化なんです。 AI を仕事に使っているビジネスパーソンなら今日中にぜひプランを見直してみてください。次にセクション3、イーロン・マスクの連続宣言の戦略的な意味を読み解きます。アンソロピックとの提携が発表されたのとほぼ同時に XAI の公式アカウント XAI も投稿を出しました。コロッサス1をアンソロピックに貸し出す、クロードの推論用途に使ってもらうと、さらに踏み込んで将来的にはスターシップ、つまりスペース X の宇宙ロケットを使ってギガワット級の軌道上 AI コンピュートを実現するとまで匂わせたんです。宇宙に AI データセンターを浮かべるという SF 映画のような構想です。そしてイーロン・マスク本人もすぐに動きました。 XA はコロッサス2に移行する、 AI 安全性にも配慮していくと宣言。これはコロッサス1はアンソロピックに譲って自分たちはもっと大きな次世代のコロッサス2を作るという意味です。そして最大の爆弾はその直後でした。 XAI はスペース X に統合されスペース XAI になると公言したんです。つまりマスク帝国の中に散らばっていたテスラの自動運転 AI、スペース X のロケットと衛星、 XAI の大規模言語モデル、これら全部を一本の縦串で貫いて一つの AI インフラ企業に再編するという壮大な構想です。これまで競合とされてきたアンソロピックに計算資源を貸す代わりに、自分たちはより大きな垂直統合に進む、つまり貸して儲け、自分は次のステージへ進むという極めてマスクらしい戦略なんです。セクション4、アンソロピックの総コンピュート800億ドル 11.3 ギガワットの全体地図を見ていきます。今回のスペース XAI との提携は単発ではなく、アンソロピックが進めてきた巨大な計算資源の囲い込み戦略の最後のピースだったんです。具体的に見ると Amazon の AWS から1000億ドル、 Google とブロードコムが提供する TPU から5年間で2000億ドル、マイクロソフトから300億ドル、そこに今回のスペース XAI のコロッサス、さらにコアウィーブが加わってトータルで3800億ドル超、電力換算で 11.3 ギガワット超という想像を絶する規模になっています。アメリカのクラウド大手3社が抱える AI 関連の受注残、いわゆるバックログの合計はおよそ2兆ドルと言われていますが、その半分がアンソロピックとオープン AI の2社に紐づいている計算になります。そしてこの発表が引き金となって株式市場も大きく動きました。アルファベットが NVIDIA を抜いて世界一の時価総額 4.8 兆ドルに到達したんです。アンソロピックがGoogle と2000億ドル規模の TPU 契約を結んだという報道が決定打になりました。一方 NVIDIA もただでは負けていません。同日だけで時価総額を2600億ドル増やしました。 AI インフラというパイ自体が急速に膨らんでいるという証拠です。最後にセクション5、テラファブ計画とマスク帝国の垂直統合、そして日本の私たちへの示唆をお話しします。スペース XAI への再編と並行してもう一つ動いている計画があります。スペース X とテスラが共同で進めるテラファブ計画です。投資額は550億ドル超。これは何かというと AI ロボティクス、そしてテスラのヒューマノイドロボットオプティマス専用のチップを自前の工場で垂直統合して製造するというプロジェクトです。目標はなんと年間1テラワットの AI コンピュート能力、同情と呼ばれるテスラの自動運転学習用スーパーコンピューターもこの流れに統合される見込みです。つまりマスクは AI の頭脳、ロボットの体、宇宙への打ち上げ手段、そして半導体の製造能力までを全て自社グループ内で揃えようとしている。これは他社が真似できない
強烈な垂直統合戦略です。さて、日本で生活する私たちにとってこのニュースは何を意味するでしょうか。一言で言えば AI インフラの主導権が完全にアメリカの数社に集約されつつあるということです。クロードを使う、チャット GPT を使う、ジェミニを使う、どれを選んでもその裏側の計算資源はアンソロピック、オープン AI、Google、スペース XAI といった巨人たちの取引網の上で動いています。だからこそ私たち利用者はどの AI を選ぶか、どう使いこなすかをこれまで以上に意識的に判断する必要があるんです。まとめます。2026年5月6日はアンソロピックがスペース XA と手を組み、クロードコードのレート上限が倍増し、XAID がスペース XA に改名し、アルファベットが NVIDIA を抜いて世界一になった AI 業界史に残る一日になりました。3800億ドル、11.3 ギガワットという数字の裏で、AI の未来は今この瞬間も猛スピードで再設計されています。私たちはその現場をリアルタイムで目撃しているんです。今日のニュースでこれは気になる思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で